いやー、やる気が出ませんね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望と共に寄り添ってゆく、傷を舐め合ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、やる気が出ませんね。そうです。今日はね、早速ね、題名をつけるにすごく難しい話をねしていこうと思うんですけど、それがなかなか決まらずにね、苦悩したんですよね。悩み抜いたんですけど、結局ね、成功への考え方、世の中にはびこるね、いろいろな成功するためには人生を豊かにするとかね、成功するための考え方のね、間違いですね。根本的に間違っている考え、成功への間違い、成功するためにはどうしたらいいかみたいな考え方のね、間違いですね。そう。それをお話ししていこうと思います。結論から申し上げて、やはりね、そういうポジティブシンキング的なね、なんて言うんでしょうね、成功だったり豊かになるためにはどうしたらいいのかみたいなね、本を解説しますみたいなね、またはなんていうの、宗教的なね、坊主とかが出てきて、こういう心でなければいけませんみたいなね、あるでしょ。自己啓発的なね、怪しいお金を取られそうなね、なんかね、怪しいサロンにこう引き込まれそうなね、うさんくさい世の中の考え方ってあるじゃないですか。成功哲学みたいなね。まあ何でもいいですよ。例えばホリエモンがああ言ってるとかね。なんかいいですよ。世の中の成功者たちが成功するためにはこうした方がいいみたいなことを言うじゃないですか。根本的に間違っているということを私がね、あれですよ。何が間違っているのかをね、教えてあげましょう。ね、何が根本的に間違っているのか。早い話がですよ。彼らの話の間違ってるのはね、労働から解放された時間、たっぷりとした時間とお金が必要なんですよ。ね。私の考えによればね。時間とお金が必要なんですよ。そういう哲学やら考え方やら心の持ちようみたいな話をね、うだうだ彼らは話しますけれどもね、違うんです。根本的にお金と時間が必要なんですよ。無論、老若男女ね、少年ならまだしもね、おおよそね、労働せねば生きていけないようなね、我々からすればね、そうね、労働から解放された時間、そしてお金が必要なんですよ。ごちゃごちゃした考え方だったり、心の持ちようだったり、自己啓発的なね、自分を磨くあらゆるなんて言うんでしょうね、テクニック的な手段だったり、
ね、手法だったりっていうのはね、その後の話なんですね。その後の話なんですね。全部後の話なんです。そう。まずこれを語るときにね、この問題ね、この世の中の人たちがこういろいろな自己啓発的な成功哲学的なことを学ぼうとするときに根本的に間違ってるのはそこじゃないですか。そもそもあれじゃないですか。私が思うにこう人間の才能っていうものはね、いろんな分野ありますけれども、いろんな才能のね、差、そう、成功する人しない人とかいう問題の前に人間の才能の差っていうのは僕はほんの少しだと思ってます。それはね、圧倒的な場合もありますけれども、根本的にはね、それはあれじゃないですか。労働におけるテクニックだったりっていうのもそうでしょ。もう天才外科医とかね、こう天才ピアニストみたいなね、そういう場合は大きな差があるかもしれませんよ。ところが世の中のね、労働だったりとかね、こうなんて言うんでしょう、いろいろね考えてみればそんなに差はないんですよ。そう、まあ経営の差異だったりもそうでしょうけれどもね、じゃあ何が違うのか、それはあれですよね。才能を磨いたり自己研鑽をする時間が違うって話なんですよね。そう。その時間を生み出すのはなんて言うんでしょう。実家が太かったりとかね、そう。親が小さな頃からその子供の才能を見抜いてか、その子供のやりたいことを後押しする経済力だったり、なんて言うんでしょう、経済力がなければね、こうなんて言うんでしょう、その子供にその才能を磨かせるためにこうね、必死になってこうね、教え込んだりとか、どうにかこうにかやりくりをしてね、投資する。まあ結局はね、お金ですけれどもね、お金と時間、そう、その根本があるかどうかなんですよね。そう、例えばそういう支援がなかったりとかね、する若者がいたとしてもね、なんて言うんでしょうね、それを磨く体力と気力っていうのは若者にはありますからね。そう、結局ね、そう、体力の問題だったりもするんですよ。結局のところね。そう。まずそのね、才能を磨く時間っていうもの自体がね、そう、労働の解放なくしてね、なかなか成り立たないわけですよ。一般の人たちはね、成功をしたりとか、こう、才能を磨いたりっていうのはね、労働をしながらではね、ほぼほぼ無理なんですね。そう、よほどの気力体力がもともとあるね、発達障害的な人じゃないとね、なかなかね、こう一般人にとってはそれは難しいことなんですよ。ね、ものすごい分かりづらい話のような気がしますけれどもね。そう。でも簡単な話だと思いますよ。結局、体力気力っていうものがですよ、こうずば抜けてないと、そもそもね、成功なんてものはおぼつかないみたいな話なんですよね。そう。なんていうのかな。
そういう突出した人もたくさんいるんですけれど、いや、たくさんはいない。そう、突出した体力、気力っていうものが、突出した人は成功者の中ではそんなにいないわけですよね。たくさんって言っちゃいましたけど、いないわけですよ。じゃあ一般のね、我々庶民が成功するためには何が必要かっていうと、そういう才能を磨く膨大な時間と、ね、余裕ある、ね、その膨大な時間を確保するお金ですよね。それに恵まれた人が成功するとしか言いようがないんですね。そう、一般の人たちは、ね、人よりちょっと才能があったり、ね、ちょっとやりたいことがあったりみたいなことではね、それを解決するための才能と、いや、それを解決するための時間とお金がない限りはね、労働しながらとかね、大人になってからではね、遅いわけですね。そういう、なんでしょう、実家が太いだとかね、そう、ニートや無職をしながらね、その才能を磨いたり、あれですよね、別に成功っていうのは、何も商売的なね、またはなんていうんでしょう、アーティスト的なことだけじゃないですよね。研究職的なね、なんか発明的なね、そういうのも成功じゃないですか。あれですよね、なんて言うんでしょう。この分かりづらい話を分かりやすく説明する術を私は持ちませんけれども、強いてあげるならですよ、世の中のいろいろな発明だったり、ね、研究だったりっていうのの進歩、ね、進歩。なぜ、ね、進歩してきたのかって言えば、中世の独身貴族だったり、独身に限りませんけれどもね、世の中の根本的な発明、科学的な発明だったりね、物理的な、数学的な、ね、そういうものから、なんて言うんでしょうね、いろいろな発見だったりとかっていうのは、いろいろ調べていけばですよ、なんて言うんでしょう。昔ならば貴族的な人たち、本当に貴族のお遊びみたいなね、暇人たちがたっぷりとね、お金と時間がありますね。そう、中世の貴族たちが発明だったりしてるケースがね、非常に多いんですね。そういうところから見てもね、あれなんですよ。結局ね、それは現代においても同じなんですよ。ね。自分の好きなことに集中できる、集中するためには結局のところお金と時間が必要なわけですよ。それを担保するね。そう。才能を磨いたりとか、なんていうの、自分を伸ばしたりとかっていうのは結局のところ才能が必要なんじゃなくてお金と時間が必要なんだっていうね、そういうことなんですよ。ですから現代にはびこるこのね、成功哲学、自己啓発、ね、僕の大嫌いなポジティブシンキングみたいなね、ことは結局ね、もう働かなくてもいい時間の余裕、そしてお金の余裕、それが根本的にある人たちじゃないと無理なんですね。それをねじ曲げて成功に至る人たちっていうのはもう非常に、なんていうんでしょう、爆裂なね、とんでもない体力の持ち主、気力の持ち主しかありえないんですね。
世の中の大半の人はそれを成し遂げようと思ったらね、やっぱりね、こういろいろな運だったり、他人の支援だったり、またはお金と時間のね、余裕がなければ無理なんですよ。ですから私はね、世の中にはびこるこのポジティブシンキングは根本的になんか間違いを犯してるんじゃないかと推察するわけです。そうね、数本前にね、僕がね嫉妬している若者2人の話をしましたけれども、思えば彼らも結局のところね、あれですよね、若いうちに才能を磨けるほどのこのお金とね、時間の余裕があるっていうことですよね。私にも夢がありました。いろいろとね、欲望がありましたよ、たっぷりとね。世の中で成功したいみたいなね。しかし彼らほどのお金と時間の余裕はなかったわけですよね。で、彼らは彼らでこう、なんか貧乏みたいなね、ことを主張しているけれどもね、実家がしっかりとかしていて、そうね、親に泣きつけばみたいな面がね、たくさんあるわけですよね。その上で私に金を借りたりするわけですから、もうね、やっぱりね、人からの支援、ね、協力者、それに十分対処できるようなね、あれですよね、時間、余裕があるわけですよ。ね、ここまで話してきてなかなか分かりづらいなと思いますけれど、例えばマイケル・ジャクソンとかはね、才能があるじゃないか。確かに彼はありますよ。ありますけれども、才能がある上にね、彼は親との関係があまり良くなかったですけども、親にね、物心ついた時からこうね、音楽とダンスのね、なんて言うんでしょう、レッスンっていうものを鬼のように仕込まれるわけですよね。大体ね、めちゃくちゃこう世界でトップを取るような人たちっていうのはもうね、そういう貧乏でもなんて言うんでしょう、親から圧倒的なね、モーツァルトだってそうじゃないですか。圧倒的な支援を受けてるわけですよ。こうね、見出されてね。見出されるのか、親のエゴなのか知りませんけれど、そういうことなんですよ。ですからこう世の中の成功者たちがね、うだうだ言うけれども、じゃあその割にはこう、じゃあそいつらの言うことを聞いてね、一般の我々庶民がね、なんかこう成功しましたかって話ですよね。言うほど成功はしていないわけですね。ただただそういう怪しげなサロンだったり本だったりねを買うお金をむしられてね、そのくせこうね、おっさんおばさんになってこう諦めていくわけですね。それはそうですよ。だって我々庶民にはお金と時間の余裕がないわけですから。私何度も言いますよ、才能の差はそんなに人間ってそんなにないと思うんですよね。やっぱりお金と時間の余裕のある人が労働からそんなに労働をしなくってもいい、やっぱり環境ですよね。それが成功には一番必要だよっていうね、身も蓋もない話をしたかったんです。そうなんです。そうなんですよ。で、なんかこの話はこうまとまりがないんですけれどもね、分かってくれる人には分かってくれるんじゃないでしょうかね。
すごく騙されてるんですよね、皆さんね。そして鉄は熱いうちに打てって言うじゃないですか。やっぱりこう若者のうちにね、そういう才能を磨けるね環境があるやつが成功しやすいのは当たり前なんですよね。しかし我々にはないわけですよ、そんな環境はね。それがムカつくって言ってるわけですよね。そしてね、そういうのにそういう一部の人たちを羨んでね、羨みながらね、指を加えてね、日々労働に疲れて死んでいく人が9割9分なんじゃないのかな、ね。ですから我々はね、そういうね、敗残者、グッドルーザー、バッドルーザーね、そういう運命づけられたそういうね悲しい生き物なんじゃないのか。そしてなんて言うんでしょう、そういう人生を生きるっていう辛さね、苦しさ、そういうことをもうね、それが人生嫌だな、とてつもなく嫌だなと思うわけですね。それで死にたいなとかね、なんかもうこの世から去りたいなって思うわけじゃないですか。そしてね、珍しく最後の最後で言いますけれども、結局ね、このね世界を滅ぼすチャンネルはやっぱりね、世界を滅ぼそうっていうね荒唐無稽なチャンネルではありますけれどもね、世界中の皆様とこうやってこうねこう恵まれない、ね、愚かな人生を歩むことをね、奴隷のように決定づけられた皆様と傷を舐め合っていきたいな、世界最大のね傷を舐め合うチャンネルにしたいな、私そう思っておりますんでね、ベロベロっとね傷を舐め合っていけたらいいなと思ってます。いやー、今日はねまとまりがない話なんですけれどもね、なんか伝わりましたかね。非常にね伝わったか自信がないですけれどもね、そうなんですよ。だからなんて言うんでしょう、世の中にはびこるね成功哲学的なものはね、根本が間違っているということですね。前提条件がどいつもこいつも前提条件を話してないんですね。前提条件を話して、こういう哲学があって、こうすればね、こういう考え方ならうまくいくよね、やっぱり諦めずにポジティブシンキングだっていう前にですよね、己の才能だったりねを磨く時間とね、労働から解放された時間と根本的な経済的余裕というね環境、もちろんね、なんか全くの他人だったり親だったりの支援を受けられる運の良さもありますけれどもね、自分一人でなんとか目標に向かって歩むみたいなことを考えるときにですよ、そういうケースね、裸一貫ね、初志貫徹でいこうと思うんだったら、そもそも時間とお金の余裕がなければね無理なんだっていうね、そういう根本を話さないんですね、そういう連中はね。なぜならそういう話をし始めると身も蓋もないからですよね。彼らのねこうお金のね彼らの本を売りたいとか売りつけたいとかね、怪しげなセミナーでお金をむしりたいというね、そういう薄汚い欲望がね根本的に崩れてしまうのでね、彼らは絶対話しません。
まあ、宗教的な連中もそうでしょうね。というね、身も蓋もないね、真実をお話ししました。それではね、またね、お会いいたしましょう。こういうね、不公平極まりない世界はね、滅ぼすに限ると私考えます。皆様いかがでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンです。